浜松盆栽柔術から姫の権化クレベル小池来週初参戦。そして首回り私、絶対もっと決まってるできるよ。まだまだあるよ。なんか私の夢だけじゃないね。みんなの手伝いたい。ロベルト・サトシ・ソウザ、マルコス・ヨシオ・ソウザとずっとこの日本で頑張ってまいりました。もう本当に今私の集中がもう元 MMA ジョニー・ケイズが私の初めて負けたからごめんねみんなうちに帰るもっと練習するもっと強くなる誰でもこのベルトに取るからもう絶対また日本に持ってきます今私のマインドとか練習とか全部が変わったね多分その負けたの後はすごいもっと強くなったさっきヤチの試合が私のグラウンドの MMA で見せた、ね、その後に次の試合多分もっと打撃私の打撃もまだ強い普通のミートとスパリングだけじゃなくていつもはじゃああなたの相手これにするからじゃあこれでやって相手これにパンチ来るからこれでやってそれから私のここの練習が好き私のミート練習するとクレベル練習ミートするの練習が違うで相手がもう違うからねスタイルも違うからサトシでとこのもう本当にこの強い骨格が強いというかもう骨が圧倒的に強いからだからその骨の強さを使った攻撃やってほしいしクレベルのこのゴムのような柔らかさと本当に当て方というか銃の動きをします考えてるうちの一つがもうハマったなっていう感じカイル・ワゴン選手のその避け方とか攻撃に対する反応の仕方とかあるんでロベルト・サトシ VS 徳留和樹自分はプライド見て育って若手の時にゴミさんと一緒にやってたんで、埼玉マッハさんとの戦いの時に KO して「お前一回このリング上がって見とけ」って言って大晦日にリング上げてくれてゴミさんのジムに写真一緒に何人も並んでる、その一番若いガキンチョが自分なんですけどわあここを絶対目指さなきゃいけないなと思って格闘技の本当に気合い入れてやり始めたんですね自分もライト級ですげえ頑張って活躍できるように頑張ってやってたのにやっぱ自分のことは知らないけど他の多分ライト級のライジン出てるのはやっぱみんなどんどん有名になっていくしちょっと歯がゆいところもあったんですけど徳留選手はもう確実な実力がありながらもトップになかなか躍り出ることができないそんなファイターだと思ってますもともとバックグラウンドは柔道をやっていてただ打撃がすごく強いんですねやっぱセンスがあるんで今は何でもこなせるトップファイターっていうような認識ですソウザ選手大臣でも人気がありますし注目度も高い選手なので勝ってその勢いを全部持っていくっていうことを狙っているんじゃないかなとで総合力で言ったらやっぱり断然徳留選手の方が強いですしいい試合になるポテンシャルがたくさんある試合ですね指は必ずこのできたらこういうから剥がしていった方がもしくは人差し指から剥がしていけば真ん中から剥がれないね絶対たまに練習させてもらうから新宿のまだディープ道場があった時で、その時に多分初めて練習させてもらう強かったですよ力があって同じ階級で当然ずっと意識してたと思うけど草野君考えたことは何回もあるんですけど自分も
練習をやってみて、できれば本当にやりたくない。トムさんで言うと、どうで意識することを僕自身もあるし、一番僕が嫌なのは身体的素質と一撃があるっていう相性的には北岡もそれでやられたし、サトシ選手に関して言うとまだ海のものとも山のものとも分かんないと思って、北岡選手結果的に下がらされてるっていうピンチになってるわけですよ。MMA になるとテイクダウン取られちゃう事象が生まれてて、最後はたまたま打ったら入った感があると思うんですよ。真価を問われる相手がジョニー・ケースだったんですけど、ちょっとどうなのっていう結果になった時に、この試合僕は楽しみにしてたし、どっちが勝つゲームも想像ができるだけの面白い。勝敗は最初です。最初にどっちが前に出てリングの主導権を取るか、最初どっちがセンター取るかみたいな争いなんじゃないかと僕は思うんです。下がったらあんま良くないなっていうのは自分でもあるんで、下がったらやっぱサトシが右手を大きく振ってきて、その後につなげてタックルっていうのはやっぱめちゃくちゃそれが得意だと思うんで、まあ、そこはキーポイントかなっていうのは思ってます。自分が今までやってきたのを全部出すように、アンダードックじゃないし、イーブンの試合だと思います。スタンディングだけで持っていけるぐらいのもう能力と戦略はあります。僕がやるのは役割としては、いわゆるその打撃でこの終わらせられるだけのものを授けたいっていう。本当に私今 MMA 選手になった絶対になんか徳富に私に勝てないから、もう絶対もうムセフも勝てない、ね、だから本当にこの試合がテストみたい、ね、なんか徳富に勝てないからもう絶対もうライジンのベルト私も取らない。自分はそんなに怖くないですね。負けるつもりもないし、寝技でも勝つつもりでいくんで、こんなやつまだいたんだって思われるような試合ができれば最高ですね。本当に私の子供たちが見せたいのはもうお父さんが強いお兄ちゃん4歳になりました。勝った時すごいあーって喜んでてすごい可愛かったです絶対たくさん人が行く、友達いるとか、生徒たちを応援するとか、それで試合の時がもうすごい違う、ね、絶対に負けない、すぐで決める、まだ私のみんなの力で見せたい。強かったですね。俺とやったら倒すか決めるかみたいな戦いになると思うんで、まあ面白いんじゃないですかね。クレベルの凄さっていうのはもうまずスタミナですよ。クレベルがスタミナ切れしたの見たことないです。相手の技を受けてそれを返してまた受けて返して最終的に勝ってるのはクレベルみたいな、14歳とか15歳の中学生ぐらいの年齢で来たんですね。サトシは生まれながらにしての柔術家ですね。柔術ファミリーのエリート。クレベルは出稼ぎブラジル人なんですよ。雑草クレベル、工場勤めもやってたし、で現場の土木工場もやってたし、クラブのセキュリティもやってたし、なんかそういうね、夜のナイトクラブでなんだりかんだりってなると、俺の友達のこいつに何するんだみたいなで、やっぱそれに出ていく。でそういうストリートファイトも出てくる確実知れずありますよ。なんだっけ今ちょっとだけやんちゃい。でも今変わったね。今ちょっと大人でで朝からめくれたいクレベルもねあったと思いますよ。名古屋方面で、いやもう来人でやるべきカードがすでに名古屋で行われてたかもしれない、クラブで。けどそのぐらい自分のことよりも仲間を大事にするんですよ。例えば友達の祝いで、いじめってるとかいろいろ自分それがいつも起これるで、ちょっと仲間がやられてるのが許せない。そう、守るで、ふざけてやんちゃするけどすごく心が熱くて、もう練習には必ずもう最後まで付き合ってくれて、自分の仲間が試合する時には必ずセコンドに来てくれるんですよね。東京であろうが大阪であろうが。ブラジル人って道場に行った入るとみんなファミリー
クレベルがライジン出すためにサトシだってあんだけ言うしねえライジン66キル強い人いるからクレベルインライジンでクレベルが勝ったって言うと抱き合って泣くって。なんか私の夢だけじゃないね、みんなの手伝いたい。マルキーニョスがやっぱ怒ったことがあって、クレベル破門にしようとしたことがあったんですよね。やっぱそうやんちゃがすぎて、お前がやることによって盆栽の名前傷つくって言って首を切ろうとした時もあったんですけど、でやっぱその時にやっぱサトシがもう泣きながら俺が目を光らせるから待ってくれっつって、じゃあしょうがないみたいな、ああいうタイトなそのファミリー的なのっていうのはやっぱブラジルに特別だと思うんです。日本人が忘れたものを持ってるのはあそこの人たちですよ。本当にそんな高くないけど、なんか10年前ぐらいがすごい高いちょっと仕事ちょっと前だからなんだっけ、前の問題で自分でブラジル戻らない、私ずっと日本、これが家族が言ってるからずっと一緒ね、本当に3人が彼女奥さんがないからゲームとか、遊び行くとか、それは本当に面白い。お金がないけどもう本当に面白い。お金ないけどでも夢がある、それの一番大事、絶対の諦めない。それはなんかジムでこうジムを大きくするぞとか。そうたくさん人がブラジルに帰ったとか、本当にたくさん人もちょっと仕事なくなったとか。勝つで一番大事。自分のできれば絶対瀬戸のタッチできる勝つとか、いろいろみんなもっと信じてるとか、それだけ。リングだけじゃなくていろいろね、それが大事。絶対2人で一本勝ちできるで。日本の中でも待望論がすごく多くて、寝技が得意な選手で決めもすごく強い、 UFC に一番近い日本人のフェザー級じゃないかと言われていた、今このライジンフェザー級の中でストライカーばっか集めてる中で一人だけ寝技めちゃくちゃ強い選手が入ってきた。中でやる中で外行くないい意味でのいやらしさまた見せてテイクダウン。クレベル選手は柔術がむちゃくちゃ強い、真島選手も日本人代表でグラップリングが強いっていうところでこの試合を組んだという感じになりますね。同じグラップラーでもちょっとタイプは違うと思います。真島選手は全体的に時間をかけてやっていくんですけれども、クレベル選手は一瞬で決めに行く。ライジンに参戦したいってクレベル選手が言ってる時から、戦えるなら一番強い人と戦いたいですし、やってみたいなと。ファンが見たいのはグラウンドでの勝負だと思うので、そこは自分も自信を持っている場所なんで、堂々と戦っていきたいなと思います。普段本当にサラリーマンです。朝も8時から定時なら5時ぐらいまで工場のプラントで溶接とか配管つないだりとか、そういったメンテナンス作業をしています。最近はほぼタンク直したり、タンクの中に入って溶接とか、家族も子供もいますし、仕事も続けてやろうかなと思っています。モール道場ではプロ練とかないんで、普通に一般の人とかアマチュアの選手もみんな一緒に習ったりスパーリングしたりする感じです。こういう地方から出て有名になってやろうって、そういう感じで来てるんで、家族も地元のみんなも応援してくれるぐらいになってきたので、その期待に応えたいですし、目の前に立ち
立ちはだかる敵たちをこれから一人一人ぶっ飛ばします。むちゃくちゃ魅力のある選手ですよ。どんな化学反応を起こしてくるのか非常に楽しみだと思います。もうとにかくイケイケ。どんな形になっても一発当てりゃ倒れるんで、相手が踏み込みのスピードもそうだろうけど、迷いがないとかハンドスピードだったりとか、相手よりいろんなものが速いんでしょうね。だから独特だと思いますよ、本当に。なんでこうなったんだろうな自分でもよく分かんないですね。正直複雑な部分はあるんですけど、一番頂点のところで当たれればやるからには勝ちます。左の肘がある。まっすぐ下がってしまった。苦しい苦しい、ここで止めた。今現時点では自分が何者でもないんで、ちょっとこれから何者かになるために挑戦していくんで、応援よろしくお願いします。打撃同士なんだけど、同じ打撃とは思わない方がいい。関選手はおそらくどんどんプレッシャーで削るだったりとかで、どこかのタイミングで倒しに行こうとする。吉野には打撃当たる状況さえ生まれたら、もうそこで試合が終わるんで、泥臭くてもいいんで殴り勝ちたいです。自分だったら全然問題ない相手だと思います。暗く中で言ってもあれなんで、もう試合で強い者がいないです。試合で見せます。バンタム級の、ジャパングランプリをやります。そこに入ってくるためには、新しく参戦してきてくれてる選手たちをしっかりアピールしてもらう必要があるかなと思っています。渡辺修斗 VS 田丸拓実。東京の選手は想像力がね結構欠けるのかなっていう。すごいポテンシャルを持ってると思うんですよ。スイッチが入った時の狂気性っていうもの、こいつ頭おかしいだろっていう選手ってなかなかお目にかかれないというか、直感が型というか動物的。戦うことへのモチベーションが僕は結構相手にあって、相手が強いとすごい盛り上がるというか、もちろん堀口選手もね負けないと思うんで、誰とやっても大丈夫だと思います。面白い試合するし、キャラもあるし、こういう選手と対戦したらすごく映えるんだろうなと思って。シュートっていう名前だったりとか、その父親がシュートのチャンピオンだったっていうのに葛藤があって、それがこのライジンっていう舞台で戦えるっていうことで、本当運命だなって思いましたね。渡辺修斗はグラップリング、寝技に持っていって自分の得意な形に持っていく、そこから試合展開を組み立てていくっていうのが非常に得意な選手で、前回井上選手やった時はそれをやる前にやられちゃった感じですよね。どうですか、石渡さん、どうですか。決まると思います。どうだ、苦しそうな渡辺、決めるか。井上戦術逆マジカルチョーク、いや摩天楼チョーク炸裂。やっぱり落ち込んだし、多分光もそういう自分を初めて見たと思うんですね。なんですけど、まだまだこれからだよみたいな感じで言ってくれて、
やっぱそこで自分がくすぶっていたらもうこの先のヒカルたちの道しるべになれないなと思って、それでもう一度戦いたいなって。バックチョーが強いって有名ですけど、普通にやれば普通に勝つ、そんな相手だと思います。猫のストリートファイトみたいな感じになるんじゃないかな。速いってこと？速くてしなるような動きで、みんながこれ面白い、楽しいって言ってるのが始まりです。再び始まる熱狂の争奪戦。人間丸出し椅子取りゲーム2021開幕。ライトウェイト、カナリア色の大和魂王座奪還へ始動。続々集結、国内トップのつわものたち。ストレートを放っていく。フェザーウェイト、鬼人クレベル小池。日本最強グラップラーと究極の地上戦へ。逸材満を持して登場。バンタムウェイト、シュートの天才ライジンデビュー。スーパーアトム級王座戦。浜崎彩香。決まっている、決まっている。2年ちょっと前に対戦してから正直あんまり変わってないかなっていう差を見せて勝ちたいと思います。嘘なしに自分も勝てると思ってるんで、今やっぱ違うんですよね、ハングリーさというか。舐められてるなって思います。それでいいです。それがカンナとか言ってるわけじゃなくて、生半可にやってるやつムカつくんですよ。ぶら下がるだけなら振り落とされるぞ。ヨギボープレゼンツライジン27。